昔じゃ、不気味度を魅力じゃ。この動画では、最近わしがメインで使用しているマルチレトロゲームコンソール、ポリメガについて具体的に紹介していくのじゃ。あくまで個人的な考察や感想なので、その旨はご了承いただいた上でご視聴いただけると幸いじゃ。なお、ポリメガって何という方は、過去の紹介動画を見ていただくことをお勧めするのじゃ。今回はポリメガ専用の光線銃型コントローラーである GC01 レトロガンについて個別のタイトルの設定及び動作検証を行っていくのじゃ。レトロガン自体の初期設定や詳細については別動画にて紹介しているので、初めて触れる人はまずそちらをご参照いただきたい。また、レトロガンの使用にあたっては、ポリメガ公式サイトに掲載されている互換リストや公式リファレンスマニュアルを参考にすると良いと思う。なお、レトロガンを使用する前の基本事項として、レトロガン銃口部分の透明なフィルムを剥がすこと、そしてポリメガ本体のファームウェアを最新のバージョンにアップデートした上で、本動画をご覧いただくことをお勧めするのじゃ。ちなみに、今回はメガドライブおよびメガ CD のレトロガン対応タイトルが対象じゃ。ゲーム起動前にレトロガンやコントローラーの割り当てを完了。ポリメガ本体の標準 BIOS を使用。仮想ディスプレイでアスペクト比をボーダーフィットに設定。という前提で進めていくので、あしからずなのじゃ。まずはメガドライブ版の D2 ジアーケードゲームじゃ。以前の動画で紹介したスーパーファミコン版と内容は同じじゃな。任天堂のスーパースコープに対抗してセガが発売した専用の光線銃であるメナサー対応となっている。レトロガンの接続はプレイヤー1に通常コントローラー、プレイヤー2にレトロガンを設定する。レトロガンが2台ある場合は USB ハブを使ってこのように接続するのじゃが、1つの USB ハブに2台接続すると本体が再起動ループになってしまうので、絶対にやらないように注意じゃ。ただ、本作で使える光線銃は1台のみなので、2台接続する必要はないのじゃよ。ボタン割り当てもスーパーファミコン版と同じじゃな。トリガーボタンで通常のショット、4ボタンでいわゆるボムとなるサブ射撃ができる。水色の枠が表示されているので、ちゃんとレトロガンを認識できているようじゃ。おう、スーパーファミコン版と若干オープニングの構成が変わっているのじゃな。本作もスーパーファミコン版と同様に2人同時プレイが可能じゃ。使えるレトロガンは1台のみなので、プレイヤー1がレトロガン、プレイヤー2は通常コントローラーでのプレイとなる。スーパーファミコン版はプレイヤー2がレトロガンだったが、メガドライブ版はちゃんとプレイヤー1に割り当たるようじゃな。
メナサーの画像も表示されているが、スーパーファミコンに対抗しただけに形が似ているのが面白い。それではゲームスタートじゃ。問題なく遊べるようじゃな。内容としてはほぼ同じじゃが、スーパーファミコン版とメガドライブ版の微妙な色合いの違いを楽しむのもまた一興じゃ。というわけで、レトロガンで遊べることが確認できたのじゃ。次は、コナミの有名ガンシューティング、リーサルエンフォーサーズじゃ。こちらも、以前の動画ではスーパーファミコン版を紹介したが、そのメガドライブ版じゃな。スーパーファミコン版はスーパースコープではなく、コナミが独自に発売したジャスティファイヤーと一光戦銃専用となっていたが、同様にメガドライブ版もメナサーではなく、メガドライブ用のジャスティファイヤー専用じゃ。もちろん、メナサーもジャスティファイヤーも、レトロガンは対応しているので安心じゃ。1台しか接続できないメナサーと違い、ジャスティファイヤーは2台接続できたので、本作も2人同時プレイに対応している。レトロガンの接続は、プレイヤー1に通常コントローラー、プレイヤー2にレトロガン、さらにプレイヤー3に2台目のレトロガンを接続することで、レトロガン2台を使っての2人同時プレイが可能になる。先ほども言ったが、1つの USB ハブにレトロガンを2つ接続しないようにするのじゃよ。ボタン配置はシンプルにトリガーボタンで発射、1ボタンが一時停止や決定、つまりスタートボタンの役割となっている。こちらも水色の枠が表示されているので、ちゃんとレトロガンを認識できているな。ちゃんとオプション画面でも、レトロガンを認識した上で選択肢が表示されているのじゃ。標準調整画面を見てみるかな。スーパーファミコン版に比べるとシンプルじゃな。これは2台目のレトロガンを正しく認識できていないな。プレイヤー2のレトロガンのトリガーボタンを押すと、一緒に2台目も同じ動きをしてしまうのじゃよ。
プレイヤーさんのレトロガンは照準もトリガーボタンも全く反応しないのじゃ。とりあえず2人同時プレイでゲームを始めてみるか。やはりプレイヤーさんのレトロガンはプレイヤー2のレトロガンと動きが同調してしまっているようじゃ。レトロガン2台を正しく認識できていないということで、これは不具合のようじゃな。1人だけで遊んだり、2人同時プレイでも、もう1人は通常コントローラーで遊ぶ分には問題ないとはいえ、やはりレトロガン2台で2人同時プレイで遊ぶのが本作の魅力の一つなので、アップデートなどで修正されることに期待したいな。スーパーファミコン版は問題ないのに、メガドライブ版は1人でしか遊べないのは残念じゃからな。次は同じくリーサレーンフォーサーズのメガ CD 版じゃ。ゲーム内容はメガドライブ版と同じじゃが、 CD 音源を使えるので BGM が豪華になっているのが特徴なのじゃよ。もちろんこちらもコナミが独自に発売した光線銃ジャスティファイヤー専用じゃ。というか日本国内ではメナサーは発売しなかったので、日本のメガドライブではジャスティファイヤーしかなかったのじゃよ。わざわざ日本で、しかもメガドライブ向けに専用の光線銃まで発売してくれたコナミに感謝じゃな。メガドライブ版と同じく本作も2人同時プレイに対応している。レトロガンの接続はプレイヤー1に通常コントローラー、プレイヤー2にレトロガン、さらにプレイヤー3に2台目のレトロガンを接続することで、レトロガン2台を使っての2人同時プレイが可能になるのじゃ。ボタン配置もメガドライブ版と同じじゃな。さて、メガドライブ版はレトロガンを1台しか認識しない不具合があったが、メガ CD 版はどうなのか気になるな。早速照準調整画面をチェックじゃ。やはりメガドライブ版と同じじゃな。2台目のレトロガンを正しく認識できず、プレイヤー2のレトロガンと同じ動きになってしまうのじゃ。プレイヤー3のレトロガンは照準もトリガーボタンも全く反応しない。Player 1, Player 2. Delay.
2人同時プレイでゲームを始めてみるが、やはりメガドライブ版と同じじゃな。中身はほぼ同じなので、不具合も同じになるのは自明の理ではあるな。まあ、一度に2発弾が撃てると考えると、これはこれで遊びやすい気がしてきたのじゃ。人質に当たってしまう可能性はあるが、というわけで、メガ CD 版もメガドライブ版もリーサルエンフォーサーズはレトロガン2台を使用しての2人同時プレイができない不具合がある。ただ、レトロガン1台だけの1人プレイやレトロガン1台と通常のコントローラーを使っての2人同時プレイは問題なく遊べるのじゃ。メガドライブおよびメガ CD 編の最後はメガ CD でのみ発売されたリーサルエンフォーサーズ2じゃ。こちらもロム版は海外では発売されたのじゃが、なぜか日本ではメガドライブ版は発売されずにメガ CD 版のみが発売された。本作じゃが、まずそもそもポリメガではリーサルエンフォーサーズ2は動作しない。起動しても画面はブラックアウトしたままという不具合が起きている。ただし、メガ CD の実機 BIOS があれば動作することが分かっているので、今回は実機 BIOS を使用しての動画じゃ。ポリメガの標準 BIOS のままでは、現時点のファームウェアのバージョンではプレイできないことをご承知おき願いたい。こちらもコナミが独自発売した光線銃、ジャスティファイヤー専用じゃな。1作目と同じく本作も2人同時プレイに対応しているので、レトロガンの接続は、プレイヤー1に通常コントローラー、プレイヤー2にレトロガン、さらにプレイヤー3に2台目のレトロガンを接続する。ボタン配置も同じく、トリガーボタンで発射、1ボタンが一時停止や決定、つまりスタートボタンじゃな。問題は、これでちゃんと2台目のレトロガンが正しく動作してくれるかどうかじゃな。Lethal Enforcers 2, The Western. なぜ、リーサルエンフォーサーズ2では、ブルーガンとかピンクガンという表記になっているのかというと、ピンク色のジャスティファイヤーは 2P 専用だったのじゃよ。同じ色のジャスティファイヤーを2台つないでも認識せず、1P 専用のブルー、2P 専用のピンクのジャスティファイヤーをそれぞれ接続する必要があったのじゃ。ジャスティファイヤーを使用するリーサルエンフォーサーズシリーズで、レトロガンの2台目がうまく動かない原因は、この辺りにあるのかもしれないな。ありゃ、今回はオプションに標準調整画面はないのか。とりあえず、レトロガンを2つ使う形でプレイしてみるか。Come on, Sheriff, we're waiting for you. Sheriff, the bank has been robbed. The bank robbery.
やはり1作目と同じく2代目のレトロガンを正しく認識できていないな。あ、スタートボタンで標準調整画面になるのか。プレイヤー2のレトロガンは問題ないな。そしてプレイヤー3のレトロガンは全く反応しない。ただ1作目と比べるとこちらは画面にプレイヤー2の方の弾しか発射されないなど微妙に不具合の内容が違うようじゃな。まあ2代目のレトロガンが使えないという意味では同じじゃが、それにしてもなんか1作目よりやたら難易度が高いな。ステージ1の最初からかなり本気モードなんじゃよ。というわけでリーサルエンフォーサーズ2のレトロガン2台を使用しての2人同時プレイができない。レトロガン1台だけの1人プレイやレトロガン1台と通常のコントローラーを使っての2人同時プレイは問題なしじゃ。ただそもそもリーサルエンフォーサーズ2自体ポリメガでは実機バイオスがないと全く動作しないのでご注意いただきたい。というわけでレトロガンの動作検証メガドライブおよびメガ CD 編はここまでじゃ。結局問題なく動いたのは D2 自アーケードゲームだけだったな。数が少なかったからセガサターンと一緒の動画にしようと思ったがセガサターン対応のタイトルが多くて動画が2時間超えになりそうだったので分けて投稿させていただいた次第じゃ。互換リストにあるものは一応網羅したつもりなので接続や設定方法などプレイする時の参考にしていただければ幸いじゃ。基本的にはコナミの光線銃ジャスティファイアを使用したタイトルで2台同時にレトロガンを使用できない不具合が発生しているようじゃ。互換リストにも記載があり公式も把握をしているようなので今後のアップデートで改善されることを期待したい。次回はセガサターンの動作検証の動画を公開する予定じゃ。それでは次回もよろしくな。次回もぜひ見てほしいですわ。チャンネル登録もしてね。ウッキー、そんないい加減な言い方をしていると閉めますわよ。登録してください。